今回は一番簡単なぬか漬けの作り方をご紹介します。私自身これまで何度かぬか漬けに挑戦してきました。でも気づいたら水っぽくなっていたり、かき混ぜを忘れて酸っぱくなりすぎてしまったり、ぬか漬けは自分には難しいのかもしれないと感じていて、ぬかを使用しないお漬物の動画をたくさん投稿してきました。そんな中で出会ったのが今回ご紹介するカモスです。毎日続けられる失敗しないぬか漬けということで、杉の力で発酵環境そのものを整えてくれるぬか漬け専用の杉箱です。今回の動画では実際に使ってみた様子と合わせて、なぜ杉箱にすると失敗しにくくなるのか、その理由もお話しします。そしてこの動画をご視聴してくださった方への特典もご用意していますので、ぜひ最後までご覧ください。こちらが今回ご紹介するカモスです。サイズは2種類あり、通常サイズは3から5人のご家族向け、小サイズは1人から2人向けです。本体は九州産の天然杉が使われていて、職人さんが一つ一つ手作業で仕上げているそうです。そのため木目の表情も一つ一つ違います。香りも優しく、キッチンに置くだけで気分が上がる見た目です。このカモスは失敗せずにもっと続けやすいぬか漬けをというコンセプトのもと、3年かけて開発されたそうです。デザイン面にも細かいこだわりがありました。蓋と本体がぴったり合う設計になっていて、冷蔵庫の中でもデッドスペースなく収まります。カモスはこの蓋と本体がぴったり合う設計を実現することにこだわって開発されました。本体と蓋がここまでぴったり合う商品は実はあまりないそうです。一般的な木の蓋は使っているうちにだんだん反ってきてしまうことが多いため、ぴったり合う設計にするのはとても難しいのだとか。木材の組み合わせ部分には食品衛生法に適合した接着剤が使われていて、熟練の職人さんが木材の組み方まで精密に計算して作っています。杉箱本体、ぬか床、足しぬか、酵素になる必塩麹パウダー、そしてガイドブックが入っていて、届いたその日から始められるセットになっています。この材料もこだわって作られているんです。お米のぬかは市場に出回る前の検査で農薬の数値が検出されていない安全なものが使われていて、福島県の放射能検査に合格したお米だけを使用しています。味付けに使われている塩も実は長崎県産の磯塩という天然の海塩。乾燥必塩麹パウダーは通常のぬか漬けで必要とされる最初の捨て漬けを省略できるブースターのような役割を果たします。まずは本体を軽く水ですすぎます。洗剤は使用しません。水分をしっかり拭き取ります。大きめのボウルにぬか床を入れます。大きめのボウルがなければお鍋やジッパー袋で代用できます。初めてぬか漬けに挑戦する方はまずはこのぬか床を少し味見してみてください。何度か野菜をつけたりぬかを足したりしていくうちに塩を足すタイミングが出てきます。その時のために今の塩加減をなんとなく覚えておきましょう。必塩麹パウダー、乾燥米ぬかを入れます。乾燥米ぬかの量は杉箱のサイズによって変わります。清潔な手でよく混ぜ合わせます。
素手で混ぜるのがおすすめです。手についている常在菌が発酵の手助けをしてくれて、それぞれのご家庭ならではのぬか床に育っていきます。この酵素パウダーを加えることで発酵が促進されるため、ぬか漬け作りで最初に必要な捨て漬けをする必要がありません。混ぜたぬかを本体に敷き詰めていきます。四隅に隙間ができないよう、しっかり詰めるのがポイントです。漬け床の準備ができたので、次は野菜の下ごしらえです。まずはきゅうり、大根、人参を漬けていきます。表面に塩を振って10分ほど置いておきます。塩を振ると野菜から水分が出てくるため、あらかじめ余分な水分を抜いておくことで、漬け上がりが水っぽくなるのを防ぐことができます。出てきた水分はキッチンペーパーで拭き取っておきましょう。拭き取ったらぬか床に入れていきます。上にもぬか床を敷き詰めます。まだ少し入りそうだったので野菜を追加しました。野菜がしっかり隠れるように表面をならします。漬け時間の目安は6時間から12時間ほどで、サラダ感覚のあっさりとした浅漬け。1日でちょうど食べ頃。2日から3日以上漬けると酸味と塩味がしっかりした古漬けになります。野菜を取り出すときは、ついているぬかをできるだけ落としてぬか床に戻します。ぬかは流水ではなく、ため水で優しく洗い流すと風味を損なわずに仕上がります。つければつけるほど、そのご家庭ならではの味に近づいていきます。使い込むほど風味が増していくのも、ぬか漬けならではの楽しみです。先日、視聴者の皆さんにぬか漬けの好きな具材をアンケートしてみました。たくさんの方にコメントで教えていただき、とても参考になりました。ありがとうございます。たくさんのアイデアをいただいたので、これから一つずつ試していくのが楽しみです。今回は教えていただいた中から数種類をピックアップして実際に漬けてみました。ぬか漬けの完成です。塩分は控えめで、思っていたよりずっと食べやすい味わいです。皆さんにおすすめいただいた山芋やゆで卵、アボカドも想像以上の美味しさでした。一度に食べきれない分は、
ぬかを軽く落としてからラップで包むか保存容器に移して保存します。こうすることで浸かりすぎを防ぎながら風味を数日間保ちやすくなります。ガイドブックにはぬか漬けアレンジレシピも掲載されているので、様々な楽しみ方ができるのも魅力です。この時そこから四隅までしっかり混ぜておくと、次に漬ける時も扱いやすくなります。このぬか床は5日に1回のかき混ぜと定期的な足しぬかを続けることでずっと育て続けていけるものなんです。一般的なぬか漬けは毎日かき混ぜないと菌のバランスが崩れて酸味や異臭が出やすくなりますが、カモスは冷蔵庫での保存を前提に目安として5日に1回程度のかき混ぜで大丈夫な設計になっています。これが個人的に一番嬉しいポイントでした。私が以前ぬか漬けが続かなかった理由の一つに、混ぜるのを忘れて酸っぱくなってしまったということがあります。しかも冬場は冷蔵保管しているぬか床が冷たくて混ぜるのが苦痛でした。このカモスは素手で混ぜることで乳酸菌が活発に働くようになるとのことですが、スプーンやお箸でかき混ぜても問題ないそうです。私はとにかく続けることを重視したいので、面倒な時はスプーンで混ぜています。お箸を使うと四隅までしっかり混ぜやすいので便利です。もうカモスを使い始めて数ヶ月経ちますが、ぬか漬けで欠かせないとされる水抜きを一度もしたことがありません。それでもこのくらいの水分量をキープできています。酸っぱさも皆無。そこにとにかく感動しました。カモスで水抜きやかき混ぜの負担が少なくなる理由は、杉が持つ調湿性にあります。杉は湿度が高いときは余分な水分を吸い込み、逆に乾燥しているときは水分を放出する性質を持っています。この性質がぬか床の水分バランスを自然に整えてくれるため、水っぽくなりにくくなります。さらに杉には抗菌作用や消臭作用もあります。だからこそ箱自体にカビが生えにくく、ぬか特有の匂いも和らげてくれます。蓋がしっかり閉まっていれば、匂いが漏れて気になることはほとんどありません。ただ、杉箱自体はカビが生えにくくても、ぬか床のお手入れを怠ってしまうとそちらにカビが生えて箱に移ってしまうことがあるそうなので、ぬかのお手入れだけはやっぱり大事なポイントです。しかも、一度使い始めたら箱自体を洗う必要がないのも助かっています。冷蔵室、野菜室のどちらで保管しても大丈夫です。この箱を冷蔵庫に入れるスペースがないという方もいらっしゃるかもしれませんが、常温での保存も可能です。その場合は夏場は1日2回、冬場は1日1回を目安にかき混ぜながら、直射日光の当たらない日陰に置いておいてください。漬ける野菜の量によっては、水分量が多くなったりしてしまうこともありますが、困ったことがあったら、このガイドブックが助けてくれます。私もぬか漬けを初めて挑戦した時は、わからないことがあるたびに一つ一つ調べて大変だった記憶があります。しかし、このガイドブックにはぬか床の味が変わってしまう原因やお手入れ方法が詳しく解説されているほか、20種類もの食材の漬け方も紹介されています。初めての方はもちろん、一度うまくいかなかった経験がある方にも心強い内容になっています。杉の箱は長く使うほど内側が黒く変化していきます。メーカーさんのお話では、この黒ずみは使い込まれた証で、職人さんの間では
黒くなってからが一人前と表現されることもあるそうです。そのため私も内側が黒くなることを目指して長くぬか漬けを続けていきたいと思います。このカモスなんですが、先ほどもお話ししたように手作業で一つずつ作られているため、製造数に限りがあるそうです。現時点でも最短で9月下旬のお届け予定となっています。販売状況によっては10月下旬のお届けになってしまう可能性もあるとのことでした。数ヶ月待ちになってしまうことがあるかもしれないので、気になる方はお早めにチェックしてみてください。この動画をご視聴いただいた方限定で、乾燥米ぬか 200g プレゼントの特別特典をご用意いただきました。乾燥ぬかは水分調整やぬかが減ってきた時に使うぬか漬けのお手入れに欠かせないものです。早期にご購入いただいた方だけの特典ですので、気になった方はぜひ概要欄をご覧になってみてください。私自身、これまで何度も挫折してきたぬか漬けですが、カモスなら無理なく続けられそうだと感じました。これからこのぬか床を少しずつ我が家の味に育てていきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。